冒頭3件申し上げます。本日、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律案が閣議決定をされました。この法案はグループホームや地域の相談支援など、障害者等の地域生活の支援体制の充実、就労選択支援の創設や、特に短い労働時間の精神障害者の雇用率算定など、多様な就労ニーズへの支援、入院者訪問支援事業の創設など、精神障害者の支援体制の整備、難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する支援の充実等の措置を講ずるものであります。本国会において速やかにご審議をいただくようお願いをしていきたいと思っております。2点目でありますが、本日の閣議で自殺総合対策大綱及び自殺総合対策大綱及び自殺対策白書を閣議決定いたしました。自殺総合対策大綱は政府が推進すべき自殺対策の指針であります。これまでの大綱は平成29年に策定されたものであり、おおむね5年を目途に見直すこととされており、今回その見直しを行ったものです。新たな大綱では近年の自殺の動向も踏まえ、来年4月に設立される子ども家庭庁との連携も視野に入れた子ども若者の自殺対策のさらなる強化や、コロナ禍で顕在化した課題も踏まえた女性に対する支援の強化などを重点施策として取り組みを総合的に推進することとしております。また、自殺対策白書は自殺対策基本法に基づき、毎年策定されている法定白書となります。新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、女性や小中高生の自殺者数が増加をしております。今年の白書では、昨年の自殺の概況に加え、新型コロナウイルス感染症の感染拡大下の自殺状況などについて調査分析を行っております。引き続き関係省庁と連携しながら、誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指し取り組みを進めてまいります。3点目でありますが、火曜日10月11日に河野デジタル大臣と岡田規制改革担当大臣と私で、いわゆる2+1大臣会合を開催いたしました。その際、労働安全衛生法に基づく作業主任者の常駐規制の見直し、ハローワークにおける失業認定のオンライン化について議論をし、合意をしたところであります。まず、労働安全衛生法令に基づく作業主任者の常駐規制の見直しについては、作業主任者は自ら作業をしながら、他の作業者の監視指示を行っているものであるため、作業場所から離れた場所でこれを行うことは現時点で想定はできませんが、信頼性の高い技術により作業そのものを遠隔で行えるような状況が実現するのであれば、作業主任者の現場配置も不要となることを検討していくことでは合意をいたしました。その詳細については引き続き検討を進めることとしております。また、ハローワークにおける失業認定については、雇用保険の受給に関する手続きの際、全員一律に4週間に一度ハローワークへの出頭を求める取り扱いは見直すことといたします。まずは離島に在住するなどハローワークに出向くことが大きな負担となっている方に対して、遅くとも来年4月からオンラインを活用した取り組みを実施し、検証を行うこととしております。その上で、検証結果も踏まえつつ、また諸外国の実態も参考にできるだけ速やかに結論を得たいと考えております。岸田内閣が進める規制改革、デジタル改革、厚労省としても関係大臣と連携を取りながらしっかりと進めてまいります。